おお、健介殿、ようこそおいでくださいました。どうかなさいましたかな。どうかしたではございません。ささ、お早くこちらへ。公方様、双葉様、健介殿がおいでなさいました。おはようございます、健介様。ああ、健介か。いや、そういうわけではない。ただ一つ、お前に謝らねばならんことがあってな。お主を与と双葉の夫としたろ。私は。そのことではない。よもやそこに不満があるのか。ならよい。そうではなくてだな。健介殿、お持ちいたしましたぞ。何ではございませぬ。軍略に政略、礼式、歴史、家系図、公方様の旦那様として恥ずかしくないよう覚えていただく資料一式にござります。無論。だからすまんと言っただろう。世は別にどうでもよいのだ。公方の夫といっても形式的なものであるからして儀礼に付き合うことはない。それこそクオンとお主の間柄と変わりはせぬ。だがこれがうんと言わんのだ。当たり前です。健介殿が優秀な巫女なのは承知いたしておりますが、それと公方様が夫とするに恥ずかしい輩を迎えることは別問題にございます。ちょっとそれでな、健介。本当に申し訳ないとは思うておるのだが。良いのか。なんならこいつを蹴り倒して逃げ出しても世は咎めたりせんぞ。その場合はケビー氏なりを総動員させていただきますが。健介様。そうか。そう言ってもらえると助かる。まあな。
よい。余も頭を撫でられたくらいで気を悪くしたりはせぬ。では気が変わらぬうちに早速始めましょう。まずは不肖それがしめが兵法について講義させていただきまする。驚き申した。お見受けするに兵法の基礎はできておるようでしたから、何かの書を学んだことはあるのだろうとは思うておりましたが。健介様、義部中尊氏はそれほどお読みに？陸東三略もそれなりに読み込んでおられるようですし。シノですか？であればこの辺りは省略しても構いませんかな。では次は礼法と参りましょうか。おう、礼法なら余が直々に教えてやろうではないか。双葉様、よろしくお願いいたします。なんじゃと？私ですか？どういう意味じゃ言う。余では不服と申すか。不服も不服、大不服にございます。説明せい。双葉も礼法を収めておるのは承知しておるが、余とてそれは同じじゃ。何が不足か。そうですよ、ゆう。私がお姉様を差し置いて、健介様にお教えするなど。ほれ、健介もそう言うておる。確かに和葉様の礼法は完璧にございます。双葉様と比べても何ら遜色はありますまい。当然である。ですがそれはご自身に限ってのこと。いざ誰かに伝授するとなると、和葉様のそれはあまりに直感に過ぎまする。わからん。まあ良いでしょう。では試しに和葉様がご教授なさってくださいませ。よろしいですかな、健介殿。なんじゃ、初めからそう言えばよいではないか。早いぞ健介、そんなに世の説明がわからんか。だからこれはさっと座ってこうしてパッと立てばよい。相手の視線はおおむねこの辺りに来るから、この場合であればこうパッじゃ。いやいや、そうではない。それではパッではなくスパッじゃ。それではいかん。どうしてこの違いがわからぬのだ。ですから最初に言ったでしょう。
和葉様のそれはあまりに直感に過ぎると。では双葉様、よろしいですか？はい、とてもお上手です。じゃから余は何度も言うたではないか。どうして双葉の説明だとそうすぐにできるのだお主。すみません、お姉様。いや、双葉は健介によく教えているのだから謝ることなどない。悪いのは物覚えの悪い健介じゃ。どう考えても和葉様の教え方の問題だと思われますが。言うまで世の敵に回るか。お主は世の味方ではなかったのか。ですからそれがしは公方様が教え方で恥をかかぬよう最初から双葉様にお願いしたではありませんか。では次は歩き方に行きましょう。双葉様、よろしくお願いいたします。そうではなくて、背中はこのくらいで。もう少しまっすぐです。膝と腰も。すみません。それだと力を抜きすぎです。もう一度お手本をお見せしましょうか。健介様、あまりそうじっと見られるのは、少し。ですよね。健介、よく見ておれ。どうだ、わかったか？ならもう一度見せるぞ。目を離すなよ。お姉様。双葉にばかり恥ずかしい思いをさせるわけにはいかんからな。双葉は物覚えの悪いこやつに説明をしてやれ。これのいやらしい視線にさらされる役は余が引き受けよう。ほほう。ならば健介、余や双葉に向けた視線にそのようなやましい気持ちが一切ないと言い切れるか？健介殿。まあお主はそういうやつではあったな。
聞いた世が愚かであった。とはいえ、好いた男に熱い視線を向けられるというのは、なかなかに良いものよ。双葉、こやつの礼法、厳しくしつけるぞ。うむ。蹴ってなどおらぬ。少々矯正を施してやっただけじゃ。健介の姿勢が悪いのが悪い。まあ今日はよい。好きに食べろ。双葉が作ったのだ。うまかろう？本当ですか？以前コロに教えてもらった味付けを試してみました。双葉は健介に食わせたくてずっと鍛錬を続けていたのだぞ。味わって食えよ。お姉様。その嬉しいです。健介、世もなでよ。それが料理に対する褒美というのはわかるが、見ていて何やらムッとした。そうか。こうして礼を言われるのも心地よいものよな。健介様。お二人とも。言うはダメだからな。これは我らだけの特権じゃ。一応それがしも軍略の講義を。軍略はすでに収めておったろう。それは褒めるほどのことではないな。なんと。ふふ。まあそれは構いませぬが、早く食べねば料理が冷めてしまいますぞ。まだ山ほどあるぞ。食事の時の器の持ち方、食事の順、物の受け取り方に服の着方、風呂の入り方。ああ、手の取り方というのもあったか。まさかのそういう話でございます。とはいえ、そこまで覚えるとは言わん。時間もないし、公の場で恥をかかん程度のことさえ覚えればよいだろう。な、ゆう。付け焼き場ではそれが限界でしょうな。
ほや、健介のことだから風呂の入り方は実演で教えろとか言うかと思ったぞ。のう、双葉。そんな、お姉様。ヨラと入るのも嫌か？健介様。ふむ。なら、今宵は一緒に入るか。すでに世も双葉も健介とは夫婦なのだから別段不思議でもあるまいのう、ゆう。そうですな。それは。健介は嫌なはずがないな。健介様。それと健介、今宵は泊まっていくのだろうな。ならばよい。さあ、存分に食べるがよい。ただし、食いすぎで眠くならん程度にな。何をしておる、健介。こんな夜遅くまですることではなかろう。灯火の油はそのようなことに使うものではないぞ。お邪魔でしたか？ああ、今宵は一日遅れではあるが、ヨラの初めての夜であろう。クオンとの間がどうか問うつもりはないが、世はお主の性質としてそういったことも期待しているのだぞ。嫌でしたらお姉様と一緒になど来ません。双葉の気持ちに気づいておらんとは言わせんぞ、健介。でしたら私も同じです。健介様のお優しい気持ちを。好いた男の気持ちならそうとっても当然じゃのう、健介。それにいつかは私も顔も見たことのない相手に嫁ぐかもしれなかったのです。そういう世の中です。ですからそのお相手が健介様なら健介様を
那様とお呼びしてよいなら。旦那様。双葉の気持ちには気づいたくせに、世の気持ちには気づいておらなんだか、健介は。なら、わかるように努力せい。努力が足りんということだ。まあ、今宵は初めてゆえ、ちゃんと教えてやるとしよう。いざ口にしようとすると、なかなかに気恥ずかしいものよな。言いたい気持ちはあるわ。だがの。健介からそう言われるのは、これほどまでに胸が温かくなるものなのだな。健介。これが口づけというものか。源介、もう一度。旦那様。健介、ずるいぞ、双葉ばかり。